エジプト旅、ついに最終回です。ね、もうあっという間だったね。で、最後にやってきたのは、昨年オープンしたてで今話題の大エジプト博物館。現在中東のあれでね、行きにくい状況もあるからちょっと貴重かな。そうかもね。で、ついに本命やね。ここ、想像以上にスケールがすごくて、もう博物館っていうよりテーマパーク。歴史のテーマパークだね。そして動画の後半では今回の旅で実際にかかった現地費用やリアルな感想もまとめていきます。はい、ここ大事なやつやね。ということでエジプト旅のラストへレッツゴ GO！ ー。ここ大エジプト博物館は2025年11月に全面オープンした世界最大級の考古学博物館。東京ドーム10個分以上とも言われる広さに古代エジプトの至宝がぎっしり並びます。いろいろとスケールの感覚がちょっとおかしくなってくるよね。中でも見どころはツタンカーメンのコレクションがまとめて展示されているところ。この博物館の開館でエジプト観光もさらに注目度が上がったと言われています。これはもう軽く一周って規模じゃないね。館内に入るとこの吹き抜けの広さと建物のスケールに圧倒されます。展示だけじゃなくて建築そのものが見どころになっている空間です。そんな中またまた出ました。そうです、ラムセス2世の像です。アブ・シンベル神殿編の動画でおなじみの自分大好きラムセスさんです。これどこの何ってなるんだけど、だよね。この巨像はもともと古代の都メンフィスの周辺にあったとされ、紀元前13世紀頃に作られたもので、今はこの博物館のシンボルとして展示されてるんだって。いきなりこのサイズ出てくるのはちょっと反則だよね。しかも足元には王妃ネフェルタリとされる像も彫られていたりして、こういうところも見どころらしいです。この大階段はエスカレーターで上がりながら周囲に配置された展示を見ていくちょっと珍しいスタイルになっています。まるで展示物の中を進んでいくような構成です。巨大な石像やレリーフなど数十点以上の遺物が並ぶ見どころの一つで、移動そのものが展示を巡る体験になっています。そしてここからはいわゆる黄金エリア。王の権威で来世を象徴する金で装飾された副葬品がずらりと並びます。宝飾品や身の回りの道具なんかもあって、当時の暮らしや価値観がそのまま見える展示だね。中でもこの黄金の玉座は王と王妃の姿が細かく描かれていて、装飾の美しさも見どころ。豪華すぎてもうここだけで満足しそうになるんだけど、さらに棺も見どころで、いくつも重ねられた構造になっていて、王を守るためのこだわりがすごいんです。
さらにこの先にはあの有名な黄金のマスクも待っています。そしてついにこちらがツタンカーメンの黄金のマスク。ツタンカーメンは紀元前14世紀頃に実在した若き王で、その墓はほぼ手つかずの状態で発見されたことで知られています。1922年に王家の谷で発見されたこの墓は、黄金の副葬品がほぼ完全な形で残っていて、歴史的にも極めて価値の高い発見なんだよね。このマスクは王の顔をかたどって来世でも魂が宿るように作られたもので、精巧な装飾と圧倒的な存在感はまさにエジプトの象徴ともいえる存在。もちろん大人気なので、見学は列に並んでから順番に近くで見るスタイルになっています。実際に目の前で見ると、その迫力はちょっと言葉にできないレベルです。思っていたよりもどこか落ち着いているというか、優しい雰囲気もあって不思議な感覚でした。思っていたよりも色味が柔らかくて、イメージしていたほどきつさがなかったよね。こちらは太陽の船のレプリカ。王が死後に太陽神と共に空を旅するための船とされていて、来世の信仰を象徴する存在です。全長40メートル以上もある大型の木造船で、釘を使わずに組み上げられているのも特徴なんだよね。実物はピラミッドのそばで発見されていて、その保存のためにこの専用の施設で展示されています。これまた普通に想像よりかなり大きいです。確かに広いけど波打ってるからちょっと痛いね。太陽の船を見た後は自由行動。我らは迷わずちょうど見かけたスタバへ。スタバさん、さすがにこういう場所をちゃっかり抑えてるよね。かなり並んでいたものの、ちょうど席を確保できたので、そのままのんびりカフェタイム。なんだかんだ一番安心するやつです。もう一周回ってくるって意気込んでたツアーの方もいましたが、これから長いフライトも控えているので、我々は無理せずゆったり過ごしました。この日のランチはガイドさんの計らいでエジプトの国民食コシャリに変更。ツアーの方から食べる機会ありますかって質問があったみたいで、みんな食べたいだろうってことで変えてくれました。確かに気になってた。コシャリはパスタ、豆、米といった主食が全部乗ったなかなかインパクトある料理なんだよね。主食3つってなんともズボラな感じもするんだけど、これが意外と癖になる味。エジプトでは週に何回も食べるくらいかなり定番の料理みたいです。しかも珍しくドリンクまでついてきたんだよね。そうそう、もしかして変更前のメニューの方が高くて、その分がドリンクとしてついてきたんじゃない？なんてツアーの方たちと勝手に盛り上がってました。この後はショッピングモールに立ち寄り、外観は撮影 NG だったので中だけ軽く見ていきます。中にはカルフールも入っていて、ここでちょっとお買い物。チョコをはじめばらまき用のお土産やエコバッグなんかを購入。エコバッグのデザインはツアーの他の方々にも好評でした。なんて書いてあるのか全然読めないけどね。こうしてカイロの空港へ。その後はドーハを経由してそのまま成田へ。長い移動にはなりますが、最後まで気が抜けません。なんせこれから乗るカイロ発の便がまたまた遅れて、もともと1時間しかなかったドーハでのトランジットがなんと30分に。
もう30分はかなりヒヤヒヤしたよね。添乗士さんが一番焦ってたけどね。全員で一気に移動して、もし遅れそうなら飛行機を待たせるって話まで出てたもんね。名残惜しさがありつつも無事トランジットできるのか気が気じゃなかったよね。そしてなんとかトランジットに間に合って無事に帰国。最後までドタバタでしたが、それも含めていい思い出になりました。もうなんだかんだで結果オーライだよね。ということで、ここからは今回の旅でかかった費用や実際に行ってみての感想をまとめていきます。体調不良や時間変更などハプニングはもちろんあるだろうなと思っていたけど、本当にありました。それを上回る嬉しさがたくさんあったので、すごく充実した旅だったなと思っています。この動画がエジプトに興味のある方、今後ご予定の方のご参考になれば幸いです。それではまた次の旅でお会いしましょう。まったねー。